The Madhouse Mind Probe series has come to an end. But this was only a fraction of the discussions we had with our wonderful guests. To thank you for the interest you've shown in the series, we've decided to release some bonus clips from what we recorded. Once again, let's dive into the mind of the Madhouse anime creators. いやもう子供の頃だからねそれこそキャプテンケンとか、鉄腕アトムからもうそれこそもう最初から宝島から、僕がもう小学生上がったばっかりの小学生になったばっかの時に漫画少年週刊誌っていうのが、発行されたタイミングだったからもうありとあらゆる作品を、見てる世代最初の世代これって言えないけどやっぱりドロロはすごく好きだった。たまたま自分が最初に仕事を、させてもらった作品っていうこともあるしドロロはやっぱ思い入れがあるしキャラクターデザインもかっこよかったし、少し北野秀明さんという方がキャラデザインやって、ちょっと手塚原作よりもハードなタッチ、特に百鬼丸がすごくかっこよくて、百鬼丸の動画をやりたくて百鬼丸のカットをいろいろ回してもらったりとかしてました。北野秀明さんという方は、もう手塚先生の一番弟子です。先生が書いたのか北野さんが書いたのか区別ができないっていうぐらいのアシスタントで、一番弟子だった人です。金田君に限らず優秀な人大好きで一緒に組みたいと思って、それから個人的にもお付き合いが深くなるというのがありました。で金田君の影響がどの程度あったかっていうのは僕にはちょっと分かんないんですけども絶対あったと思うんですけど全員が金田君のようになるってことはありえないし逆に言うと金田君のようなものは書けないですから金田君にしか書けない世界なんで真似っこした人がいっぱい出てきたっていうのはあると思うんですけどもやっぱ本当にある種日本のアニメを支えたここまで持ってきたその人の一人だと思います。基本的にはアニメーションっていうのはやっぱ監督が考えてその監督のやりたいことをやってもらうのが僕のやり方でその時この監督の意図と非常に合うアニメーターがどこまでその監督と折り合った表現ができるか。金田君のような特別な人はこれだったら金田君にやられたら面白いなということを考える例えば林太郎さんだったらそういう形で金田君にどうしてもやってほしいシーンをやるという作品作りがするわけですね。それはそういうものでいいんじゃないかなと。金田君がアニメーターとしてものすごく優れてるけど演出家として優れてるわけじゃないわけです。演出家だったら一本自分でフィルム作れるじゃないですか。だからそういうこの映像をどう作るかにおいて例えば現場対戦っていうのを林太郎さんと金田君とやってるんだけどその中である種サイキックなシーンサイキックのオーラみたいなの映像とかを特殊なフォルムを作り込むっていうのは当時としては全く珍しいしそういう表現ができ金田君が開発してやってるんですね。あれは当時の金田君にしかできない表現方法それを林太郎さんがうまく引き出しているという形で金田君の能力を有効に使ったフィルムのあるシーンがあるわけですけれどもそういう関係に金田君がこれやりたいからって勝手にやっちゃうとそれはフィルムとちょっと違ってくるわけであくまでもフィルム監督とのチームワークで、金田君が生きたり生きなかったりするっていうのはあると思います。どうも行き詰まってたらしくて監督も決まらずに、なんていう期間がずっとあったみたいで僕の方に、
こういう作品これから動かすんだけどでシナリオ見たんだけどなんかあんまり乗れないなっていうのがあって、もう「スター・ウォーズ」とかねそういうのがもう出だした頃だから、それを見て、レンズマン見ると随分ちょっと古臭いなっていうふうに思っちゃったのね。でどっちかって言ったらやっぱり「スター・ウォーズ」でワクワクドキドキしたから、あの感じをアニメーションでできたらなっていう形でコンテ書いたんで、多分、レンズマンの原作大好きな人はあれはレンズマンじゃないって絶対言うだろうなっていうで、いやシナリオも好きに書いていいからでコンテだけでいいから絵コンテだけ書いてで、その時コンテ書くのもすごい早かったからコンテだけっていう形で、やってでその後原画も描くことになって、だんだん原画の現場を仕切ることになって、それで、結果的に後々連盟での監督っていうふうにクレジットされるような形にはなったんだけど、現場監督で監督らしいことは一つもしてないから、アフレコも編集も何も言ってないから、本当にもう原画の現場監督だからその時にいろいろその後活躍する梅津康臣君だったりとか北久保君だったりとか森本君だとか、いろんな優秀なメンバーとそこで知り合うことができて、でそれがやっぱりちょっと財産になっていったね。その後作品作っていく中で、今みんなファミコンできるようなことを当時もアメリカの大学のすごいコンピューター使って昼間は軍事用に使ってるようなものを使って、レンズマンの CG パートをやったっていう話なんですけど、まあ今見るとね結局これだけしか CG やってくんないのっていう形でしたね当時は。だからそういう走りにはなったかもしれないけど CG を面白く使えたかっていうとそれはちょっとまだ当時としてはまだそういういろいろ CG スタッフのアニメーションに対する理解度とか、そういうのを含めて、アニメーション側の、コンピューターグラフィックスへの理解度っていうのがどっちもまだ、成立してなかった、時期だからやっぱりちゃんと使えるようになったのっていうのは本当にもうごく最近っていう感じですよね。レイアウトに対してもね考えがいろいろあると思うんですけど、いいですか、長くなってもいいですか。これね2つ考え方があると思うんです、アニメのレイアウトって。一つは実写的な発想、これはねクリエイターでいうと押井守さんをはじめとした IG のチームでね、分厚いそういう本も出てて、これねぜひもしもうご覧になってるかな、本の名前までは忘れちゃったんで申し訳ないんだけど IG がどういう発想でレイアウト書いてるかってことをもうすごい分厚くね説明してくれてる本なんですよ。でそれねもう衝撃的なぐらいよくできてるし、もうね1カット1カットのレイアウトもうあんたらうますぎるだろっていう、もうほんとマジでビビるわ。このレイアウトを俺が書こうと思ったらもうこれで1日1カットなんだけどみたいな、もうすごいんですよ。でそれを事細かに押井さんがこれは何ミリのレンズ想定でそれはなぜそういうことを設定してるのかでそれでどういう効果を生みたくてこのレイアウトにしてるのかってことを全部説明してくれてるの。これもう演出は絶対読んだ方がいい本だなっていうね。でもねそれはその実写ならばどう画面を作るかって話じゃないですか。で今のその実写の画面ってやっぱ例えば20世紀と比べるともうめちゃくちゃ進歩してて、もうレイアウトとかもどのかってももう死ぬほどかっこいいと思うんだけど、あの瞬間だけはアニメの方がちょっとかっこよかったとね思うぐらいよくできたと思うんだけれども、でもあくまで実写の発想じゃないですか。でもう一つだからアニメのレイアウトの考え方としてアニメは動く絵なんだっていう発想、アニメートって言葉自体がその意味ですけど、あれは動く絵なんだと。でその考えの作り手の代表的な人が宮崎駿です。で宮崎さんのレイアウトっていうのもとても素晴らしいんだけど、でもね例えば宮崎さんの絵は
あくまで動く絵だからそのマルチボケとか絶対ピンボケする場所とか絶対作らないんですよね。でも例えばこれが押井さんだったらこのカットは例えばそのキャラクターの感情を抜くために120ミリで撮影してるから後ろはこのぐらいボケるはずだ、で被写界深度はこれぐらいだからこうなるはずだってこうやるのがその押井さんの考え方で、それに対して宮崎さんっていうのは俺たちが動く絵を作ってるのにぼかしてどうするっていう考えね。で僕はね若い頃そのモンスターとかやってた頃はすごく押井さんの考え方に共鳴しました。でもね年を取るに従ってその 3D のアニメっていうのが強くなってきたのね。で今はもうこんなこと言うのも当たり前なぐらい 3D って当たり前に映像に入ってると思うんだけど 3D がすごく進歩してきた時に僕らが 2D で作ってるものっての独自の魅力って一体何だろうなっていうことを考え直すようになりまして、そういった時にね改めて宮崎さんが言ってた動く絵だっていう発想ってそんなに間違ってなかったなと思うようになったんですね。なんで僕マッドハウスにいる間は押井イズムにのっとったレイアウトの作り方してたんだけれども、むしろねやめて自分自身が他の作品作っていく過程の中で少し考えが変わってきまして、今となっては宮崎さんに近い発想でレイアウトを作るように変わってきました。でもねもうその人たちのレベルはもうね途方もなく高いんで、僕がこんなこと言うのもおこがましい、レベルの話かなと思います。ちょっと現場によっていろんな事情もあると思うんだけど、そのね押井イズムのレイアウト監修してるともう時間もうまいアニメーターもいくらいても足りないっていう事情もあったんだとはね正直思います。で宮崎さんってその東映動画の出身じゃないですか。で東映動画の出身のクリエイター細田さんとか共通してる部分があって、それはねそのスケジュールがなくなってきた時の馬力がすごいんですよ。つまりその自分のやり方っていうものに固執すぎないんで、このスケジュールがない状況だからこれで最善のものを作るように乗り切ろうっていう切り替えがすごいんだよね。でやっぱ宮崎さんも多分ああいう発想をするのは例えばさラピュタとかあれって実制作って1年ちょいぐらいで確か作ってるはずじゃないですか。でもクオリティのものをその速さで作るってねちょっとね今の、常識ではもう到底考えられないような速さなんですよ。でもねそれをどう可能にしてたかっていうと押井さんみたいに全カットのレイアウトにこだわりすぎないで労力をかけるところを絞るみたいなね発想だったんじゃないかと思うんだ。だからね俺たちが作ってるものは実写じゃなくってあくまで動く絵なんだっていう発想は思想の違いでもあるんだけど事情の違いでもあったとは思うんです。で当時のプロダクション IG にはそれを可能とするようなもうスーパーアニメーターたちと押井さんっていう人をトップにしたね一つの哲学があったっていうことなんだと思います。それはマッドハウスから見ていた風景として俺たちは俺たちなりの面白いIG にはない面白いものを作ってるっていう自信はあったけれども、でもそのレイアウトでそういう精度を上げていくってことに関しては人たちとんでもなくすごいなって思いながら僕ら見てました。もう本当尊敬してました。この星の上にの、プロデューサーの並木隆さんは、僕が学生の頃から知っていた人だったので、彼はアニドという、アニメーションの研究会みたいなことをしていたわけですね。でそこに僕も学生の頃から少し、顔を出していたりしていたわけなんですけども、そういうようなきっかけがあって、縁があって、この並木さんがやることになった「この星の上に」という仕事の、演出をやらないかというふうに誘っていただいたんですね。で並木さんはだからかなり海外のアニメーションフェスティバルとかに積極的に参加していた人だったんで、自分が作った作品はやはり海外に持ってきたいということでザグレブアニメーションフェスティバルに、その作品を持って僕と並木さんとそれから南家浩二さんとかで、クロアチアまで行ったりもしました。でその時にだからクロアチアの風景を撮影してきたのはその直後にアリーテ姫をやるのにつながっていったわけですね。その頃はだから日本アニメーションや、マッドハウスやスタジオ&シーとかどこにも、正式には属さずにいろんな仕事を、掛け持ちしながら作品を作っていたような感じです。南家さんはそうですね、やっぱり僕たちが普段やってるアニメーションのスタイルとはやっぱり全然違っていたりもして、
彼は CM の仕事とかも多かったですし、みんなの歌なんていう、短編の仕事も多かったですから、そこはだからこんな風なアニメーションの作り方もあるんだなっていうのを南家さんの仕事でいろいろこう見守るみたいなことができました。だから本編のその、アニメーションの部分に関しては僕はだからほぼみんな南家さんに、一任して南家さんの考えで進めてもらっています。僕はそれに対してどんなふうに音をつけるかというところで、演出をしているわけですね。そうだな、それだからリアルな光を意識したフィルムを作るっていう意味で、デスノートに限らないけど岩井俊二さんの影響っていうのは今でも自分には強くあるわけです。つまりその映画の中で光を美しく撮るというのを初めて自分たちの目の前でこうなんかそれが素晴らしいんだということを教えてくれた監督は岩井俊二さんなので、自分らの世代にとっては結構でかい人なんですよね。なんていうか、あの人も絶対影響を受けてる。逆に言えばフィルムを見ただけで岩井俊二さんのフォロワーまた一人みたいに俺が思っちゃうようなたくさんいるんですよ。でそうして全ての仕事においてそれを意識してるっていうことなんですけど、でデスノートにおいてはある程度は他の回でもやれてるけど、一番しっかりやったのは25話ですね。やっぱりエルが死ぬ回で、回は結構なんていうかシリーズ、さっき言った隅々までこだわることができないって思っていたシリーズの中だけど、この回だけはなんていうか完全に俺のものに しちゃうっていう気持ちでなんていうかやった回がその25話で、光の表現とか、そうだからあれだ、その岩井俊二さんの影響的な話で言うなら、25話だとミサが部屋の中でゴシックの服に着替えますっていう場面があるんですよね。でその時に、窓からの逆光で完全になんていうシルエットが潰れてる絵っていうのは撮影さんにスワローテールのアゲハっていう子が着替える時に完全にこう多分なんていうかな裸なんだけどもう潰れちゃって裸であることが見えない感じにしてみたいなことを言ってやってもらったのを覚えてるからだからその方に限らないんですけど、その光の表現のにおいて、岩井俊二さんの影響っていうのは随所にある。その後の仕事で自分は結構これ岩井俊二さんっぽい画面できたってこうなんか思ってる、話数であったりカットだったりっていうのはその後も結構ありますし、今やってる仕事でもありますし、そんな感じです。じゃあ住んだ仕事だから僕やばはでもやっぱあれも岩井俊二さんですね。花とアリスとかを参考に出したし、4月物語とかも出したし、僕やばではあと他にミュージックビデオか、割とだからなんていうの YouTube で見たミュージックビデオも参考で出してますね。この乃木坂のこれのやつとか言いながら見せたりしますし。エースコンバット4っていうのは、ゲームの間に入る、映像ストーリーのある部分っていうのが、アニメーション的な映像だったんですけど、ちょっといろんな、都合で全部止めの絵でやることになっていて、でそれをスタジオ &C でやったわけですね。でそれの作画監督を浦谷にやってもらってやっていたりもしました。いわゆるそのあずきちゃんとかカードキャプターさくらなんかとは違う傾向のものだったわけですね。でそれをブラックラグーンの原作者の広江さんが見ていて、そのエースコンバット4をやった人だったらば、マッチするだろうって言って、あるいはこの作品原作を預けても大丈夫だろうって言ってくれて、やることになったわけですね。だから僕自身は、それもエースコンバット4もありましたし、それから、ブラックラグーンと準備の時に並行していて、ダメになった作品とかあって、いずれにしてもなんかどっかではこういうような作品の傾向のものは作っていたわけなので、そんなに自分の中で、意外性があるわけではなかったです。特別なことをやってる感じでもなかったです。エースコンバットは、何本もやってますし、
から他のものもちょっとやったりもしてますけど、他のものはその映像になるところとかそういうところまでは付き合っていないですね。それからロックマンゼロというのは CM だけやりましたね。 CM だけ3本作ったりもしました。でそれはロックマンゼロの、ゲームの、スタッフたちが、僕のやった仕事とかを見ていてくれて、一緒に仕事したいって言ってくれたりしたわけなんですね。そういうようないろんな経緯とかがあって、結構ビデオゲームの仕事も、やっていたりもします。まあね、もうスポーツは僕何でも好きなんだけど、野球子供の頃やってたスポーツは野球とテニスで、それはもちろん好きで、サッカーも好きだしバスケットボールも好きだし、当時NHK の BS でNBA だったりとかアメリカのスポーツを放送してたから、そういうのも好きで、実は日本人の中ではレアかもしれないんだけど、特に好きなのがアメフトで、アメフトの戦術性だったりとか、これちょっとねあれのスポーツの面白さを人に話そうと思ってもあまり共感してもらえないことが多いんだけど、そこにちょっと日本人の選手がねあまり活躍することがないから、日本人からするとちょっと遠いスポーツだと思うんだけど、自分はとっても面白いスポーツだと思ってます。アイシールドの原作側の方いらっしゃるんですよ。稲垣リーチローの言ってるね。ごめん、本名言わない方がいいと思うから言わないんで、本名をなぜ知ってるかっていうと、高校の同級生でした。はい、稲垣一郎君が、稲垣ほにゃらら一郎君は僕の中学高校の同級生でね、彼の話もすると、もうね高校生の時からもう俺は漫画家行くから大学なんて行く必要ないんだって言ってたのね。でもかっこいいじゃないですか、めちゃくちゃ。で僕の通ってた学校って進学校で、通ってた生徒の半分ぐらいが東大行くみたいな感じのねイメージのね学校だったんだけども、一応他の学校と同じような進路説明会みたいなやつあるんですよ。でもね稲垣君とかは、いやもう俺は漫画家になるから大学なんか必要ないんだって。確かに必要ないと思ったよ。で実際こうやって立派に漫画家になって素晴らしい作品世の中に送り出してるから、すげえなと思ってるし、だから同窓会とかで会うとね、今でもすごい一番話したいような相手の一人でもあるんだけど、でもちょっと実は、ね、中高の時はあんまり親しくなかったからそんなに話す接点がなくてね、そこはねちょっと残念なんだけどね。そうだな。いやでもすごい単純な話で、社内に机があるうまいアニメーターさんは最初はほとんど参加してなかった。で外にいるうまい人っていうんだったら、例えば、当時潮風って今でもあんのかな、馬越さんのスタジオは、あるところから参加してくれたんで、そういう強い人が後々は参加してくれてたから、なんだかんだ言ってシリーズ後半は結構充実してたと思います。で初期話数が結構きつかったんだよなとは思ってますね。で DR ムービーね、DR と呼んでましたけど、韓国のそこはマッドハウスがすごく頼りにしてるスタジオで、別に悪いわけじゃないですつうか助かってましたけど、やっぱ文化の違いもある程度あるから、修正ある程度こっちで直して使わなくちゃいけないものではあったから、でも DR ムービーの話数が大変っていうことじゃなかったな。もっと日本の国内スタジオでその弱いスタジオに振ってる回が大変だったっていうのは覚えてますね。社長のウォンさんでいいんだっけジョンさんだっけ、にお会いしたことある。それ別に監督としてじゃないんですよ。制作進行だから、つまり DR ムービーには、当時マッドハウスと関係が深かったんで、なんか例えば境界便と呼びますけど、今はもうないんだけど、こっちのいろんなスタジオの原画をまとめて DR ムービーに韓国に旅行っていうか飛行機で飛んで持ってって、それだからマットのものだけじゃないんですよ。他のいろんな会社のやつを持ってってみたいな。でそういう仕事が境界便というやつが制作進行の仕事として何ヶ月に1回持ち回りであったんで、そういうのでなんかこう DR ムービーの社長さんにご飯を食べさせていただいたりとか、そんなのはあるけど、それを交流というのかな、よくわかんないですけど、そんな感じです。私が入った時から2人ともすごい人だと思ってたんですよ。やっぱり
私はアニメのこと何にもわからないから、そのやってること全てがすごいって思ったんですよね。で荒木さんとか特にその当時からすごく個性的な人としてスタジオの中では認識されていたし、当時そのマッタハウスの社内で社内誌って言ってなんか自分たちで作るちっちゃな雑誌みたいなフリーペーパーみたいなのがあったんですけど、そこで荒木さんが漫画描いたりしたんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。で彼はアニメーターじゃないよって後から知ってびっくりしたんですけど、こんなに絵もうまくてそのエンターテインメントの表現力があってっていう人がこのスタジオにはというかこの業界にはうじゃうじゃいるんだっていうことを知って、私勝てる気がしないって思ったのが当時の思いです。で中村さんもその私がモンスターに入った時にはもうすでに演出として活躍されていたし、その小島監督の右腕としてすごく頼りにされている人だったから、同じように勝てる気はしないって思いましたよねでこの人たちの背中を見ながらいろいろ教えてもらおうって思っていたのが、彼らですね。マッターハウスですごく目立ってる人たち。最初に入った仕事が僕はマスターキートン班だったんですよ。で荒木君と平尾君はカードキャプターさくらの班だったのね。でね、その後もね、その僕ら演出になりたいような人間っていうのはその演出助手や設定制作やっていくんですけども、作品に2人いらないんですよね、設定制作って。だからその長らく同じ作品に関わることって僕はないまま行くんですよ。だから同期だし、同じ演出目指す仲間でもあるし、でいろいろそのこういう映画見たから最近面白かったよとか平尾君や荒木君と話すんだけど、やっぱりね、その平尾君と荒木君2人の絆の中にはちょっと僕は入れない。もちろん2人のことも大好きだし、2人と話せばものすごく楽しいんだけど、やっぱ一番最初にカードキャプターさくらで同じ班に入って、でしかもね、その最初にやったカードキャプターさくらの2人がねやった仕事の劇場っていうのがもう超大変な仕事で、それ荒木君が話したかな、もう超大変な仕事でさ、で僕さこっちはマスターキートン仕事やってたけれども、そのスケジュールがビデオだからもうずっと楽なんですよ。だからなんかね、僕だけ早い時間向かってもう2人がずっと泊まり込んでさやっててさ、申し訳ないなと思いながら、でも本当にそっちのね仕事が佳境になった時にちょっと僕らも千冊作ったりとかね、もう少しだけは手伝ったんだけど、お手伝いしたんだけど、なんかねもうずっと2人がね泊まり込みながら、頑張ってた姿見てました。でもやっぱそこで2人の間にはもう他に何も変え難いやっぱ絆があると思ってて、でその一緒に同期で演出入って一緒に監督になってって、そのやっぱり問題意識とかその話す話題とか共通点多いから、すごく親しくね話すんだけど、やっぱ最初に違う班になっちゃって、その2人の固い絆の中に自分がちょっと3人っていうねくくりに入れないので、とっても残念に思います。でもね大好きですよ2人とも。はい。静香さんはやっぱでも一番有能な人ですよね。こうなんつうのかな、これ自分はだから先輩としてみたいなスタンス、全然そんな気持ちじゃないな。俺より上手なフィルムを作るのが上手な人ですね。スタッフさんとの関係、コミュニケーションの取り方はもううまいと思ってて、そういうのも含めてああいう風にうまくやれたらいいのにって自分が思う人ですね。とてもじゃないけど後輩なんて思ってない。俺が目指してる人の一人、そんな感じです。いや当時は全然話してない。そうなんですよね。伊藤君よりも下だよね。山本小夜ぐらいだったら結構話してる。だけど静香さんはもうちょっと遠いですね。あの時にはぼんやり遠くからあの人は有能らしいっていうふうに聞いていた。だからモンスターの班に助監督っぽくいて、で静香さんっていう子は優秀なんだって聞いた。そうなんだって思ってた。当時はそんな感じで、それがだからギルティクラウンの絵コンテを一回静香さんにお願いしてるんですけど、それの上がりが良かったのと、あとそんな頃からだんだん彼女自身の監督作品が世に出るようになって、この人もう全然できるというかすごいんじゃんっていうことが明らかになってきて、今はすっかりもうこの人の方がすごいって思ってるっていうそんな感じですね。思い出した。そう石塚さんといえばあれじゃん。そうすいませんね本当。石塚さんってマットに入った頃にはもうすでにみんなの歌かなんかの監督作品があったんですよ。
あったんですよね。そうそうそう、それがあって、だからみんなあの子すごいんだってこうなんていうか分かって見てたんだった。そうなんかショートフィルムをすでに作ってたんですよね、アマットに入る前に。でそれがもうすでに美しいし素晴らしかったんですよ。山本さえはなんかね、当時はまだだから制作として近しいところにいたんですよね。なんかお互い演出とかやってるけど制作出身で制作ブースの付近で喋るっていう相手だったんですよね。でこれでもその山本小夜さんに関してこうなんか覚えてるのは、そうだからあれなんだよな、制作進行としている時にはなんていうかおかしいやばい人みたいな感じだったのを覚えてるんですよね。なんかあいつは変な人みたいな変な女みたいな感じだったんですよ。で実際こうなんか多少人に失礼なこと言ったりとかも含めてこうなんかキャラとして通用していて、で俺も含めてそれを面白がっていたんですけど、確かね美智子とハッチンをやってるぐらいからかな、そのなんか、ちょっとお手伝いしに行ったりしてて、それぐらいの頃にはちゃんと優しいいい人で監督って仕事はそういう意味で人を成長させるなって思ったりしたんですよね。そうなんかつまりなんか結構その全方位にちゃんとこう気配れる人じゃないといいフィルムを作れるようにならなかったりするんです。やっぱりこうなんかちゃんと気使える社会人じゃないと。でこれ伊藤智彦君とかも俺の目にはそうだったし、やっぱその監督って仕事をやっていくとなんていうか優しくなるなみんなって思って、それがその山本小夜を初めてそれを体験したっていうか目の前で思ったのは山本小夜だったからそれがすごく覚えている。でそうやって人を大事にもできるようになった結果ユーリ・オン・アイスであるとか素晴らしい峰不二子という女、あれ好きだな、とにかく素晴らしい作品をこう世に放つ存在になってさすがだと思ってますね。素晴らしいですよ。昔テレコムアニメーションフィルムという会社に行った時の、同僚ですね。彼女はだから、妊娠して子供が生まれて子育てをしたりしていたので、その当時は、家で仕事をしていたんですね。でそれであずきちゃんの途中ぐらいから、原画で入ってもらってやっていたりもしました。でもっと、後の方では、彼女が、スタジオ 4C で鉄痕キンクリートっていうのに加わって、で僕は、ブラックラグーンをやる2006年ぐらいはそういう状態だったんですけど、鉄痕キンクリートが終わったら、マットハウスに来てもらって、ブラックラグーンに本格的に入ってもらったりしました。でそれ以来はずっと一緒に仕事しています。今もずっと一緒に仕事しています。で非常にその考え方とかが共通していて、一つのものを、作るためには、彼女のなんていうんですかね、働きやってくれていることが大事だと思っています。同じ目標に向かって進むことができる人だと思っています。やっぱりコロナきっかけに結構増えた気はします。それ以前も電話でそのアニメーターさんと打ち合わせするだとかっていうのもありましたけど、ただやっぱそのものづくりの会話って雑談も大事なんですよ。時折思ってもみなかったところに話が転がって、そこにアイデアが落ちていたりするんですよね。だからその Zoom とかやっぱり離れた場所にいると、自分たちが頭の中でちゃんと整理したものをやり取りする。相手が喋ってる間はこちら必ず黙る。で相手が喋り終えたらこちらがそれに対してのリアクションをするっていう交通整理がすごくしっかりされてしまうので、とても効率的だとは思うけれども、そこから遊びは生まれないだろうなっていう感覚は少しあります。面と向かって話をしていれば、目の前に紙を広げておいて落書きしながら相談できるんですよね。こんなこと考えててねって適当に落書きしてるのを対面にいる人も見ながら、ああそうだねって落書きしながら話をする。それを組み合わせてみたらなんか面白いものが生まれるっ
っていうお土産がたくさんあるんですよ。一緒に会って話した時にあの感覚っていうのがなくなってしまうのはちょっともったいないなと思うので、Zoom も別に悪くはないんですけど、そういう雑多なやり取りができるような環境になったらもっといいのになって思ってます。なんとなく雰囲気はだいぶ変わったなという気はしますね。社会の流れ、時代の流れも同時にそうなんですけど、すごくシステムとかそのスタッフ間のコミュニケーションとかがビジネスとしても大事っていう見られ方をしてきたというか、なのでそういう意味ではすごく整然としたすごく整理整頓されたシステムにどんどんなっていった感じです。それまではもう何でもいいから誰でもいいからがむしゃらにとにかく作る、徹夜してでも残業してでもお金がもらえなくても作るっていう根性でやってたみたいなところって昔はすごくあったと思うんですけど、私がちょうどこの業界に入ってきた頃からかな、やっぱりデジタル化も進んだし世の中の流れもそうですけど、すごく綺麗っていうとあれですけどスムーズに作ることを目指すようになったというか、でそれと同時に失われていく作家性っていうのももしかしたらあったかもしれないですけれど、一方で日本のアニメーションっていうのがちゃんと商品としてもビジネスとしても立場が確立された感じというか、ただのアートとかただの趣味の世界ではなくて、世界にどんどん出していける一つのそのコンテンツとしてのブランドがどんどん確立されていったような、なんかその変換期にあったような気はしますね。津崎がちょっと病気しまして、ある種お医者さんから宣告されたことがありまして、それを津崎さんが僕に報告に来て、ある種仕事がやれることが限られてると言われたんで、それじゃあ無理でも一緒にやろうねって、そこの間ずっと一緒にやることなかった。アンナップルになってからは 2,3 回一応ちょっと手伝ってよと言われたことあるんですけど、僕も手一杯でちょっと手崎作品に関われなかったんで、やっぱりこれが最後というので何かやりたいねっていう時に、僕が持ってたウルトラバイオレット企画をおさむちゃんやってよってお願いして、彼がもうそれが最後と思って頑張ったんだけど、その後彼もちょっと持ち直して「源氏物語」と「ブラック・ジャック」やって亡くなったんですね。でそれあれの時は一緒にやろうと思ってたけど、これが最後と彼も思ったし僕も思ってやったんですけど、だからずっとそういう関係、彼がやっぱり医者に宣告された時まず僕に報告するみたいな、そういう関係ではあったんで、別に喧嘩したわけでもないし、仕事のやり方が変わっただけだの関係かなと思います。僕自身はやっぱり鈴鹿さんのところでいろんなことを始めたことが一つのきっかけではあるんだけど、そこで出崎と出会ったことがやっぱアニメーションここまで続いてるで、マットハウスを作ったことが、マットハウス最終的にはアンダープルと分かれましたけれども、その出崎との出会いっていうのはやっぱ僕にとってはマットハウス作ったことを含めて、やっぱりマットハウスと一緒にずっとやって出崎とやってたらいまだにマットハウスやってたかもしれませんね。As we close the curtain on this first series, let us give you some quick insight into our next release. Explore Europe's #1 anime con with us, and hear about the guests and artists who attended this year. Are you curious about what Lupin the Third director Takeshi Koike and Mobile Suit Gundam G Quack's director Kazuya Tsurumaki had to say? How about Kazuhiko Torishima, the editor behind the creation of Dragon Ball? They and many more will appear here on Anime Mind Probe. Stay tuned.